この前車が欲しいって言った動画でランドクルーザー FJ が欲しいって言ってたんですけど、なんかネットを見ると結構予約してますとかお話聞けますっていう話がちらほらあったので、実際にお店に行ってみました。最初のトヨタということで、大阪で一番大きそうな、一番綺麗そうなお店に行ってきました。そこでまず着いたら綺麗なお姉さんがいらっしゃいませみたいな、本日はどういったご用件でしょうかってすっごい丁寧に聞かれて、ランクル FJ が気になっててって言ったら、では営業のものお呼びします、少々お待ちくださいって言われてたんですけど、でも私は素直に座ってられないので、入り口にあったクラウンが気になってクラウンを見てました。クラウンめっちゃかっこいいし、値段がちょっと思ってたより高くてびっくり。高いな、触れないなと思いながら見てたら、めっちゃかっちり服を着て、めっちゃかっちり髪の毛も整えてる、なんか部長とか課長とかなんか結構上目そうなかっちりした人が来て、ランクル FJ ですよね。ランクル FJ は私たちの方にもまだ情報が全然降りてきてなくって、もう正直もう値段とかも全然わかんない状態なんですよね。なんかちょっと展示場に飾られてたりもしたみたいなんですけども、本当にそれぐらいしか情報がなくてっていう話をしてたら、さっきの綺麗なお姉さんがお飲み物どれにいたしますかって言われて、私はちょっと甘い飲み物を最近いろんなディーラーさんで飲みすぎてたから、お茶でお願いしますって言って、かしこまりましたって言って来たお茶がなんとお盆に乗って、ストローもお手拭きもついてて、しかもちゃんと紙コップとかじゃなくてガラスのしっかりした大きめのコップで来て、おーすごい、おもてなしすごいと思って、なんかいろんなディーラーさん行ったけど、そこが一番ねおもてなし良かったかもしれない。お菓子はなかったけど、もうコップで全然違った。でランクル FJ の話に戻るんですけど、じゃあ予約はできないんですかって聞いたら、もうすでにお得意様とかだけで30人以上予約が埋まってて、できたら欲しいですって言った方全員にねお売りしたいんですけど、でもしもお客様が本当に欲しいっていうことだったら、そのご連絡いたします。でも、ちょっとまだ悩んでるっていうことだったら、ちょっとこっちもいろいろその欲しいって方とか購入予約してる方の連絡を取らないといけなくても、そっちで結構手一杯なので、よく考えて予約してくださいねって言われちゃって。で他にも前回のランクルの時、ランクル70かなの時に10台最初に来たんだって。でそっから、ちょっとずつこう配っていくんだけど、それで1,2 年ぐらい待ってる人いたっていうのを聞いて、思ったよりやっぱ長いなと思って。でしかもね、まだ値段もわかんないし実物もまだ見れてないから、それで買いますっていうのはちょっとね難しいなと思って、その日は美味しい丁寧なお茶を飲んで帰りました。で1軒目はちょっといいところ行ったから、2軒目はちょっと離れたちょっと小さめのねディーラーさんのところに行ってきました。でいつも通り何かご用ですかって言われて、ランクル FJ です、営業の方お呼びしますね。でその時は展示の車はなかったからトイレ行ってましたね。トイレ行って帰ってきたらもういらっしゃって、なんかね1軒目の人より若めで、なんか髪型が独特で、ここ上げててここも上げてるみたいな、こうみたいな、なんかね独特な感じのなんか髪型のお兄さんだったんだけど、でもめっちゃしっかりしてて、若いのめっちゃしっかりしてて、であとやっぱりね年が近かったからか、ランクル FJ 以外なんか興味ないんすかみたいな結構なんか砕けて話してくれました。でランクル FJ がいいですねって言ったら、やっぱり全然情報もないしどんぐらい来るかもわかんないですって。で前回のランクルの時は5台来て、今予約したら1年以内にはゲットできると思いますよみたいな感じ言われて、1軒目と全然違うと思って、入ってくる数は1軒目は10で今回は5で少ないのに、でも1年でゲットできるって言ってたから、思ったより早いなと思って。
やっぱ店舗によって違うんだなと思いながらいろんな話をしてたんですけど、面白かったのがなんかトヨタは今転売ヤーに厳しいらしくて、本社がまず嫌がってるのと、その人の店舗としてももう転売ヤーには売りたくないみたいな、店舗によってまたそこの方針が違うみたいなんだけど、前のランクル70の時は数百万ぐらいで売った車が速攻売って1800万円ぐらいで転売されちゃったらしくって、それでやっぱりより一層ちょっと転売ヤーに気をつけてるらしい。だからやっぱり売るのはお得意様とか、ずっと長くトヨタを愛用してる人を優先してますってことだったね。もしも思ってたよりも多く入ったのであれば、普通に私みたいな人にも売りたいけど、そういう時になんか転売ヤーを見分けてるらしくって、それがめっちゃ面白くって、例えばね、ローンを組む人は転売しにくいとか、このオプションは転売ヤーが好きなオプションとか、あとなんか人を見るだけでもちょっと転売ヤーっぽいなとかもわかるらしい。そんな話をしてくれるっていうことはね、私が転売ヤーに見えなかったんだなと思って嬉しかったですね。そこはやっぱりちょっと転売ヤーに厳しいから、上の人がこの人に売りとか売らないとか優先するとかを考えるらしいから、その人の一存で、僕の一存でちょっと売るのは難しいんですよね。でもちょっと遠くなってもいいなら僕の知り合いのディーラーさん紹介できますよっていう感じで、本当に親身にいろいろ話してくれて本当に優しかった。正直車最近勉強したばっかりだから全然わかんない私にもね、ちゃんと親切に言ってくれて、1件目より1年で入りますよっていう早めだったのもあって、連絡先をね書いて帰りました。同じトヨタのディーラーさんでも全然違うんだなと思って、まず1件目がちょっとやっぱり高級志向、なんか良さげなお店だったから、その結構お金持ちの人をねお相手しそうなお店だったから、きちっとした服できちっとした見た目できちっとした接客を受けれて、それもそれで気持ちよかったですし、2店舗目は若い人がラフにいろいろぶっちゃけ話とか親切にいろいろわかんないことを教えてくれて、同じトヨタでもディーラーさんとか営業の人によってね全然違うんだなと思って2店舗行ってよかったです。楽しかったです。それにしてもね、まだ値段も出てないし試乗もできないし実物を見るのも難しい中、30人以上の予約、1年以上の予約が入ってるっていうことが驚き。でも本当にそんだけねランクルは人気なんだなと思いながら、より欲しくなりながら帰りました。ということでヒナスは結局ランクルにするのかジミニーにするのか、はたまたキャンピングカーやらなんかの車にするのかわかりませんが、何を買うかはお楽しみに。車は絶対買うと思うのでお楽しみに。ひなひなひー、みんなのハートを狙うちひなです。バンバンバン。チャンネル登録とグッドボタンよろしく。完璧じゃん。